ミノフスキー粒子とは何だったのか。モビルスーツ戦を成立させた宇宙世紀最大の発明。宇宙世紀の戦争を変えたものは何だったのか。ザクかガンダムかニュータイプか。確かにそれらは戦場の象徴だった。ザクはモビルスーツという新しい兵器の時代を切り開いた。ガンダムは連邦軍の反撃を象徴する白い悪魔となった。ニュータイプは人類の新たな可能性として戦争の行方に影を落とした。だが全ての始まりはもっと小さくもっと見えにくい存在にあった。ミノフスキー粒子。この粒子が戦場にまかれた瞬間、レーダーは目を失い、通信は声を失い、ミサイルは標的を見失った。遠くから見つけ、遠くから撃つ。かつての戦争の常識は崩れ去った。人類は再び敵を目で捉え、近距離で戦う時代へと引き戻される。そしてその新しい戦場の主役として現れたのがモビルスーツだった。ミノフスキー粒子はモビルスーツを強くしたのではない。モビルスーツが必要になる戦場そのものを作ったのである。第一章、すべては一人の博士から始まった。ミノフスキー粒子の名はその発見者であるトレノフ・ワイ・ミノフスキー博士に由来する。彼は単に新しい粒子を発見した科学者ではなかった。その発見をもとに後にミノフスキー物理学と呼ばれる新しい学問体系を築いた人物である。この粒子の発見は当初から軍事利用だけを目的としていたわけではない。最初に注目されたのはエネルギー技術への応用だった。宇宙世紀の社会は地球から宇宙へ広がり、巨大なコロニーを建設し、宇宙艦艇を動かし、地球圏全体を支える膨大なエネルギーを必要としていた。その中でミノフスキー粒子は小型核融合炉の実用化に関わる重要な要素となっていく。これは後の歴史から見れば決定的だった。なぜならモビルスーツという兵器はただ装甲をまとった人型機械ではないからである。巨大な金属の体を動かし、宇宙空間で起動し、ビーム兵器や重火器を扱う。そのためには従来の車両や航空機とは比較にならないほど高密度な動力源が必要だった。ミノフスキー粒子の技術はその土台を作った。つまりミノフスキー粒子はまずモビルスーツを動かすための心臓を生み出したのである。だがこの粒子の本当の歴史的意味は動力だけにとどまらなかった。軍事関係者はやがて気づく。この粒子はエネルギー技術であると同時に戦場そのものを変える兵器になり得るのだと。第2章、戦場の目と耳を奪う粒子。ミノフスキー粒子が軍事史に与えた最大の影響、それはレーダー、通信、誘導兵器を大きく阻害したことである。ミノフスキー粒子が高濃度で散布された空間では電波による索敵や通信が不安定になる。レーダーは敵を正確に捉えられず、無線通信は乱れ、誘導ミサイルは目標を追い続けることが困難になる。これが何を意味するのか。近代以降の戦争は遠くを見る力によって発展してきた。敵より早く発見する。敵より遠くから攻撃する。敵が気づく前に撃破する。レーダー、ミサイル、通信網、電子戦、それらは全て距離を味方につけるための技術だった。だがミノフスキー粒子はその前提を壊した。遠くが見えない。声が届かない。弾が敵を追わない。艦隊は遠距離から安全に敵を撃つことが難しくなった。司令部は戦場の全てを把握できなくなった。パイロットや艦長は現場で判断しなければならなくなった。これは単なる通信障害ではない。戦争の形式そのものの崩壊だった。かつて戦場を支配していたのは艦隊の火力と誘導兵器だった。しかしミノフスキー粒子の霧の中では巨大な戦艦でさえ目隠しをされた存在になる。そこで重要になったのが有視界戦闘である。敵を自分の目で捉える。光学センサーで確認する。近距離まで接近し直接攻撃する。人類は宇宙世紀に至って再び敵を見て戦う時代へと戻された。その新しい戦場に最も適応した兵器がモビルスーツだった。第3章、なぜモビルスーツは必要になったのか。モビルスーツはただの巨大ロボットではない。それはミノフスキー粒子化の戦場に適応するために生まれた機動兵器だった。もしレーダーが正常に使え、長距離ミサイルが正確に誘導され、艦隊が遠距離から敵を捕捉できるなら、モビルスーツの価値は大きく下がる。人型である必要は薄い。接近する前に撃ち落とされる。戦艦や航空機、ミサイルの方が合理的である。だがミノフスキー粒子が戦場を覆うと、その計算は変わる。遠距離誘導兵器は信頼性を失う。
艦隊砲撃は命中精度を落とす。通信は混乱し、中央からの細かな指揮は難しくなる。すると、近距離まで接近し、敵を直接確認し、起動しながら攻撃できる兵器が必要になる。そこで、ジオン公国は、モビルスーツという答えを出した。高い機動性、宇宙空間での姿勢制御、人型による汎用性、抵抗火器による柔軟な戦闘、艦艇に対して懐に飛び込める接近能力。モビルスーツはミノフスキー粒子の環境下で初めて戦場の主役になり得た。特に重要なのはジオンがこの新しい戦場を最初から想定していたことである。連邦軍の艦艇は従来の艦隊戦を前提としていた。レーダーで敵を捉え、長距離から砲撃し、誘導兵器で迎撃する。それはそれまでの軍事常識から見れば当然の設計思想だった。だが、ミノフスキー粒子が散布された戦場では、その常識が通用しない。巨大な艦は目を奪われ、艦隊は統制を失い、至近距離まで接近したモビルスーツに対応しきれなくなる。ルーム戦役をはじめとする一年戦争初期の戦いで、連邦軍が大きな衝撃を受けた理由はここにある。ジオンは新兵器を作っただけではなかった。新しい戦場のルールを理解し、そのルールに最適化した兵器を投入したのである。第4章、バッフ、ザク、そしてモビルスーツの時代。モビルスーツ開発史において重要な位置を占める機体がある。YMA-03 バッフ。この機体は後にザクへとつながるモビルスーツ開発の重要な段階とされる。バッフはミノフスキー粒子技術による小型融合炉とモビルスーツとしての駆動性能の向上を示した機体だった。それまで巨大な人型機械を実戦兵器として扱うことは容易ではなかった。重い、複雑である、整備に手間がかかる、人型であることの合理性も疑われる。しかしミノフスキー粒子下の戦場では状況が変わった。遠距離から撃ち合うだけの戦争が成り立たないなら、近距離で動き、見ることができ、判断できる兵器が必要になる。バッフはその可能性を示した。そしてその先にザクが現れる。ザクは単なる量産機ではなかった。宇宙世紀の戦争形式を決定づけた最初の完成されたモビルスーツだった。ザクはミノフスキー粒子下で艦艇に接近し、従来の艦隊戦を根底から揺さぶった。連邦軍にとってそれは未知の脅威だった。巨大な戦艦が小さな機動兵器に翻弄される。この光景は宇宙世紀の軍事常識を大きく変えた。やがて連邦軍もジオンの優位を認めざるを得なくなる。そして V 作戦が始まり、ガンキャノン、ガンタンク、そしてガンダムが開発される。つまりガンダムもまたミノフスキー粒子が作った戦場の産物だった。ガンダムはザクへの対抗機として生まれた。だが、ザクがそもそも必要になった理由をたどれば、そこにはミノフスキー粒子がある。ザクもガンダムも同じ戦場環境から生まれた存在だったのである。第5章、ビーム兵器とメガ粒子砲。ミノフスキー粒子の影響は、索敵や通信だけではない。それは攻撃兵器の発展にも大きく関わった。代表的なのがメガ粒子砲である。ミノフスキー粒子は高エネルギー状態で圧縮されることで強力なビーム兵器へと応用されていく。艦艇に搭載されたメガ粒子砲は宇宙世紀の主力火器として発展した。やがてその技術は小型化され、モビルスーツ用のビーム兵器へとつながっていく。ビームライフル、ビームサーベル。これらは単なる高性能武器ではない。ミノフスキー物理学が兵器体系に浸透した結果だった。特にガンダムのビームライフルは一年戦争当時のモビルスーツ系降下機としては非常に強力だった。従来の実体弾兵器とは異なり、艦艇の主砲に迫る威力をモビルスーツが携行することを可能にした。ここでもまたミノフスキー粒子は戦争を変えている。まず粒子散布によって遠距離誘導兵器の価値を下げた。次に小型融合炉によってモビルスーツを成立させた。さらにビーム兵器によってモビルスーツの火力を飛躍的に高めた。ミノフスキー粒子は戦場の環境であり、動力技術であり、火器技術でもあった。それは宇宙世紀の兵器体系を下から支える基盤だったのである。第6章、アイフィールドという盾。ミノフスキー粒子は攻撃だけでなく防御にも応用された。その代表がアイフィールドである。アイフィールドはミノフスキー粒子によって形成される力場であり、特にビーム兵器への防御手段として重要な意味を持った。ビーム兵器が強力になれば
当然それに対抗する防御技術が求められる。厚い装甲だけでは限界がある。実体弾なら装甲で受け止められても、高出力ビームは機体を容易に貫く。そこでビームそのものを曲げ拡散し防ぐ技術が必要になった。アイフィールドはその答えの一つだった。大型モビルアーマーや一部の特殊兵器に搭載されたアイフィールドはビーム主体の戦場において非常に大きな防御力を発揮した。しかし万能ではない。発生装置は大型化しやすくエネルギー消費も大きい。実体弾や近接攻撃には別の対処が必要になる。それでもアイフィールドの存在はミノフスキー粒子が単なる妨害物質ではなく攻撃と防御の両面で宇宙世紀の兵器を変えていったことを示している。宇宙世紀の戦場では粒子が目を奪い粒子が剣となり粒子が盾となった。第7章ミノフスキークラフトと空を飛ぶ戦艦。ミノフスキー粒子の応用はさらに移動技術にも及んだ。その象徴がミノフスキークラフトである。ミノフスキークラフトはミノフスキー粒子の性質を利用して機体を浮上させる技術であり、巨大な艦艇や兵器に従来とは異なる運用を可能にした。これにより宇宙艦艇や大型兵器は重力下でも新しい機動性を得ることになる。代表的なのがホワイトベースのような艦艇である。ホワイトベースは単なる輸送艦ではなかった。モビルスーツを運用し、地上でも行動し、戦場の中で移動する機動母艦だった。ミノフスキークラフトは戦艦を海や宇宙だけの存在から重力下の戦場へと引き下ろした。これもまた宇宙世紀の戦争を変えた重要な点である。かつて宇宙艦艇は宇宙で戦うものだった。だがミノフスキー技術はその境界を曖昧にした。宇宙、地上、大気圏内、戦場はより立体的になり兵器運用は複雑化していく。モビルスーツはその中心にいた。そしてそのモビルスーツを運ぶ母艦にもまたミノフスキー技術が組み込まれていた。ミノフスキー粒子は個々の兵器だけでなく軍全体の運用思想を変えていったのである。第8章通信不能が生んだ現場判断の時代。ミノフスキー粒子が戦場にもたらした変化の中で見落とされがちなものがある。それは指揮の変化である。通信が安定しない戦場では後方の司令部が前線の全てを細かく管理することは難しい。部隊は孤立しやすくなる。艦とモビルスーツの連携は制限される。パイロットはその場で判断しなければならない。これは戦術の分散化を意味した。ミノフスキー粒子は単にレーダーを妨害しただけではない。軍隊の指揮系統そのものを揺さぶった。中央が全てを把握し命令し制御する戦争から前線のパイロットや指揮官が自ら判断する戦争へ。この変化はモビルスーツ戦をさらに重要なものにした。モビルスーツのパイロットはただ命令通りに動く操縦者ではない。見えない戦場の中で敵を探し判断し行動する独立した戦闘単位となった。その意味でミノフスキー粒子はパイロットの価値を高めた。優れたセンサーだけでは足りない。優れた機体だけでも足りない。戦場で何が起きているかを読み取り瞬時に判断できる人間が必要になった。そしてこの環境は後にニュータイプという存在にも深く関わっていく。ミノフスキー粒子が生んだ有視界戦闘と通信困難な戦場はパイロット個人の感覚、判断、直感の重要性を高めた。そこにニュータイプという新たな人類像が重なっていく。宇宙世紀の戦争は技術だけでなく人間そのものの在り方をも変え始めていた。第9章連邦軍はなぜ遅れたのか。1年戦争初期、連邦軍はジオンのモビルスーツ戦術に大きく遅れを取った。その理由は単に技術力の差だけではない。連邦軍は巨大な組織だった。巨大な艦隊を持ち、膨大な資源を持ち、地球圏全体を支配する軍事力を持っていた。だが、巨大な組織ほど戦争の常識が変わった時に反応が遅れる。連邦軍の艦隊思想は長距離砲撃と艦艇戦を前提としていた。ミノフスキー粒子によってその前提が崩れた時、連邦は新しい戦場への適応に時間を要した。一方、ジオンは初めからミノフスキー粒子下の戦場を想定していた。粒子を巻く、敵の目と耳を奪う、モビルスーツで接近する、艦艇の懐に入り込み撃破する。この戦術は従来の艦隊戦を根底から揺さぶった。
連邦にとってモビルスーツは単なる新兵器ではなかった。それは自分たちが信じてきた戦争体系そのものを否定する存在だった。だからこそ V 作戦は急がれた。ガンダムは連邦軍がミノフスキー粒子化の戦場に対応するための回答だった。そしてジムの大量生産によって連邦はようやく新しい戦場に適応し始める。一年戦争の勝敗は単に強い期待を持っていたかどうかでは決まらない。どちらが先にミノフスキー粒子によって変わった戦場を理解したか、その差が開戦初期の戦局を大きく左右したのである。第10章、ミノフスキー粒子が残したもの。ミノフスキー粒子は一年戦争だけの技術では終わらなかった。その後の宇宙世紀においてもミノフスキー粒子は戦場の前提であり続けた。モビルスーツは改良され続けた。ビーム兵器は高性能化した。アイフィールドは防御技術として発展した。ミノフスキークラフトは艦艇や大型兵器の運用を変えた。さらに時代が進むにつれミノフスキー粒子を応用した新しい技術や兵器思想が現れ、宇宙世紀の戦争はますます複雑になっていく。しかしその根本にある問いは変わらない。なぜモビルスーツが戦場の主役であり続けたのか。答えはミノフスキー粒子にある。この粒子が戦場の目と耳を奪う限り遠距離から全てを把握し、誘導兵器で安全に撃破する戦争は成立しにくい。敵に近づく必要がある。敵を直接見る必要がある。現場で判断する必要がある。そのための兵器がモビルスーツだった。つまりモビルスーツの時代とはミノフスキー粒子の時代でもあった。ザクもガンダムもゲルググもジムも、それらは全てミノフスキー粒子が作った戦場の中で意味を持った。粒子がなければモビルスーツはただの高価で複雑な機械だったかもしれない。だが粒子があったからこそモビルスーツは戦争の主役になった。終章、宇宙世紀の戦争は粒子から始まった。宇宙世紀の戦争は巨大な兵器の物語として語られる。ザク、ガンダム、戦艦、モビルアーマー、ビームライフル、サイコミュ兵器。だがその全ての背後に一つの見えない存在があった。ミノフスキー粒子である。それは戦場の目と耳を奪った小型融合炉を実用化し、モビルスーツに心臓を与えた。ビーム兵器を発展させ、アイフィールドという盾を生み、ミノフスキークラフトによって巨大な艦を空へ浮かべた。ミノフスキー粒子は一つの技術ではなかった。それは宇宙世紀の戦争を成立させる基盤だった。この粒子がなければザクは戦場の主役にはなれなかった。ガンダムもまた白い悪魔として恐れられることはなかったかもしれない。遠くから見つけ遠くから撃つ時代、その常識を終わらせたのは巨大な艦砲でも最強のパイロットでもなかった。見えない粒子だった。ミノフスキー粒子は敵を直接破壊しない。だがそれは戦争の形を破壊した。レーダーを奪い通信を乱しミサイルの目を潰し、人類を再び近距離戦闘の時代へ引き戻した。そしてその戦場に最も適応した兵器としてモビルスーツは生まれた。宇宙世紀の戦争はモビルスーツから始まったのではない。そのさらに前に戦場を覆った一つの粒子から始まっていた。ミノフスキー粒子。それは宇宙世紀の戦争を変えた見えない主役だった。チャンネル登録、高評価お願いします。